ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届けします。いやもう夏真っ盛りって感じでめちゃめちゃ暑いですね、最近。いつかちゃんは夏の思い出なんかある？私西川貴教さんが主催されてる稲妻ロックフェスっていうのに出させてもらって、それが私個人的に夏フェスとか野外フェスが初めてだったので、ものすごく楽しくて印象的な夏の思い出でした。夏フェスっていいよね。俺もねこの間生放送の歌番組で花火を上げたんですよ。こう燃え盛る花火をこうやって自分で持ち上げたんだけど、なんか打ち上げ花火下から見るか横から見るかみたいなのあったじゃん。あの状況で下から見たらえらいことになるから、やっぱ自分でやるよりかは見るのが一番だね。確かに大変ですもんね。そう思うよ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。プロゲーマーの立川さんとこうちゃん。今宵のゲームはドラゴンボールならではの超ハイエンドアニメ表現で迫力のバトルが体験できるドラゴンボールファイターズ。本日のお客様、1人目は郷一選手。公式大会の初代チャンピオンであり、数々の世界大会で優勝するトッププレイヤーです。もう1人は22歳の実力派プレイヤー、立川選手。今年2月に行われた世界大会でも最終予選を勝ち抜き4位に入賞するなど、今勢いのある注目の選手です。はい、今回はドラゴンボールファイターズ特集ということでですね、郷一選手と立川選手にお話を伺っていきたいと思います。お願いします。はい、そもそもこの2人が初めて知り合ったというか、お互いの存在を認識した時の印象みたいなのを聞いてみたいんですけど。大阪の大会の予選に来た時なんですが、その時に多分当時彼18歳とか。本当にもうまだ高校卒業したてとかそれぐらいだったんですよ。当時18歳の立川と初めて会って対戦はした？そう、対戦しまして、で普通に喋ったんですけれども、うわすごいしっかりした好青年だなって。だからインターネットの評価と実際に会うと違うってことです。そう、すごい礼儀正しくて実際に会った時の感じもそんなに変わって今の感じだと変わらない。本人が言うことじゃない。本人が言うことじゃないね。周りが言うのはいいと思うんだけど。いやでもちなみに僕はマジで一切覚えてなくて、郷一さんに聞きました。で聞いてやっとなんかあったなぐらいですね。でも3つぐらい今失礼なこと重ねてるけど、まあちょっと続けてみよう。続けてみよう。純粋なんですよ。純回室の時に言ってたんですけど、いやでも確か郷一さん初めて会った年の日エボ2016男女上がってましたよね。いやでもそれでもやっぱ印象薄いっすわって言われて、あ、じゃあもう俺無理やなと思ってんでなんだったら印象濃かったんですか？無理でしょ。相当すごいのは間違いないんですけど、本当にただ失礼なんで、いやもう失礼か。いやいいよ、大丈夫。行くも地獄戻るも地獄です。確かに確かに。もちろん認知はしてるんですよ。もちろん。それはしかもトップオブトップじゃないですか、郷一さんなんて。でもなんか上手い人っていう認知でなんすかね。やっぱ失礼ですね。これは直接対決あるな。今日の直接対決は乗っかってきたな。じゃあこれ難しい議題が。いつかちゃんだんだん立川に興味出てきたでしょ。何でも聞いていいよ。何聞く？いや何でも聞いていいよ。何でも聞いていい。1個めっちゃ気になることがあって、それはなんか髪の毛切りましたよね。見たら分かること。気になるとかじゃない。切ってんのあれは。切ったからああなってんの。切らないで状態に切るからない。印象的な髪型だったじゃないですか。確かに。なんで切ったんだろう。どういう心境の変化？確かになんかパンクな感じは目立っててよかったよ。あれなんで切ったんだっけな。ほら大会終わった後っすよね。でも2月の。いや俺髪切ったの知らんよ。いや郷一さんも興味ないじゃん。いいぞバチバチしてきたぞ。今年2月にパリで開催されたドラゴンボールファイターズワールドツアーファイナル。最終予選を突破した立川選手とポイントランキング1位の郷一選手がトップ8の壇上で激突しました。立川選手としては最終予選から勝ち上がってこのトップ8で2人が当たったわけですけれども、これどうでしたか？ドラゴンボールファイターズやるにあたって郷一さんって人が一番強いっていうのはもう分かってたんで、郷一さんと当たりだっていうのは嬉しかったですね。やっぱもともと郷一さんのイメージが結構メンタル弱いっていうイメージがあったんですよ。
で僕チームメイトの和信さんから最初の1本剛一さん取ったらいや勝てるよって言われてたんですよ。でも最初にまず立川選手が取るんですよね。そうそうその時のその会場のボルテージがすごかったんですよ。盛り上がってたよ。で僕が歓声受けて高ぶってる時に剛一さん席立って走り出したのと速読やりだしたんですよ。またそれでしっかり立て直してるから剛一さんがこれ本当風子さんの言った通りなら絶対やれると思ったテンションだったんですけど、剛一さんがもう完全に克服しててむしろ僕の方がひよってそれで負けるって流れだったんで、いやその時はすごいやっぱり感じましたね。やっぱこの人すごいなっていうのは。剛一さん、そんな立川と戦った時どんなことを考えてました？そうですね、やっぱその LC 級から抜けてくるってことはすごい勢いがあるんですよ。その予選ワワとかその優勝候補を倒してベスト8まで上がってきてたんで、いやいつもの立川と違うなって思ってすごい身構えて対戦したんですが、蓋を開けてみたらさっき1本取られて、で僕はすごい追い込まれてからすごい集中したっていうので、そこのなんかうまい具合重なって勝てたっていうのもあるんで。そして決勝ではフェンリッチ選手を下し剛一選手が見事優勝、世界一に輝きました。I am the strongest man in the world! やっぱりそのワールドツアーってなるとそのゲームの一番最強を決める大会って感じだったんで、すごい優勝して嬉しいっていうのもあったんですけれども、正直結構ホッとしたっていう部分もでかかったっていうのは。剛一さんは優勝しすぎてもう俺勝たへん方がええんかなみたいな悩みを抱えてたもんね。だってあの時本当に人減らす勢いで勝ってたんですよ。簡単に言ったら強すぎて。では自分がそのタイトル盛り上げようと思ってるのに勝ったら逆に盛り下がっちゃうっていうことになっちゃったから、だから本当に珍しいと思います。それは一回すごい勝ち続けてて、で一回落ち込んだ時もあるんですけれども、その時にどうやって自分をずっと勝ち続けるようにするかっていうそのメンタルとかもそうですし、取り組み方とかもガラッと変えたんで、すごい楽しいっていうのがモチベーションにつながると思っている人間なんで、今は楽しいプラス強いっていうキャラクターで楽しんでます、プレイしてますね。なんかドラゴンボール最近シーズンが変わったというかアップデートがあったっていうので、そこら辺の話も聞きたいなと思うんですけど。いやもう本当ガラッと変わっちゃって中下段の卓が増えたんですよ。こういう難しい話しても大丈夫なんですかね？大丈夫です。集団はどっちガード？どっちガード？どっちガード？立ち。そう、立ちガード。お、集団は立ちガード。立ちガードです。そうでそれがループするっていう置き攻めが発見されたんですよ途中で。で僕のチームはもうそれをやり続けるっていうチームだったんですけど、で今回のアップデートでその中下段ができなくなっちゃったんですよ。だからもう僕はもうガラッと変えましたね、チーム全体を。新キャラとかも追加されたんだよね。ケフラーっていうキャラクター、ドラゴンボールスーパーの、力の大会に出てきたキャラクターで、それプラススーパーの時に孫悟空が身勝手の極意になるんですよ。身勝手な極意ってなんかすごいオーラのやつでしょ。そう、髪色が白色になって攻撃何でも何でも避けるやつ。ブリーチめっちゃしてるやつだよね多分ね。あとはアシスト、後ろから仲間を読んで攻撃するアシストっていうシステムがあったんですけれども、今回からなんとそのアシストを3種類選べるようになりまして、戦略の幅がすごい広がったんですよ。アシストが弱かったから選ばれてなかったっていうキャラクターがどのキャラクターでもまんべんなく使えますっていう調整にされてますね。2人のチーム構成とかもやっぱり変わりましたか？変わりましたね、僕はめっちゃ。僕もそうですね、最近また変えまして、何を使ってらっしゃるんですか？今自分は、バーダックってキャラクターは変わらないんですけれども、ギニュー使ってます。ギニューはチェンジって言ってわーって言ってキャラクター交換しちゃうやつよね。交換しちゃいますね。本体のギニューを使えて、でグルド、リクーム、バータ、ジース後ろ呼ぶことができて、全員乳製品の名前のやつだ。で危なくなったらチェンジするっていう、体力ごと全部入れ替わるんですよ。だからすごい今ギニューはそこまで強くなかったかもしれないと言われてたのが最近評価が変わって、いやもしかしたら最強じゃないかって言われてるぐらい強くなっているキャラクターですね。立川さんは今使ってるキャラクター？僕は今はもともと身勝手が出た時は身勝手の極意をまず最初のキャラに置いて、その後前から使ってたヤムチャと2個前のシーズンですかねに一番使ってたヒットってキャラを大将に置いてやってたんですけど、最近はちょっとまた剛一さんに勝つためにチーム変えて、最初少年ご飯にして
次ジャネンバっていう映画だけのキャラがいるんですけど、そのジャネンバってキャラにして、で大将はヒットっていう構成にしてますね今は。強力な新キャラクターに加えアップデートの調整によってこれから新たな戦い方が出てきそうです。2人とかって最近仲いいんだけれども配信でバチバチ戦おうみたいな企画とかあったよね。ああそうですね、サイクロプス VS バーニングコアやろうっていうことでチーム対抗戦。はい、チーム対抗戦はやりましたね。はい、僕たちもその練習をするにあたってそれの本番を披露する場所がないんです。だったら、こういう風なすごい企画を組んでいってガチのそういう大会みたいな雰囲気を皆さんに見てもらいたいってことでいろんな企画をやってますね。立川はそれ話聞いた時にどう思った？それは僕からしたら美味しいですよね。だってその剛一さんと、もう一人フェンリッチさんがサイクロプス大阪ゲーミングの選手なんですけど、もう一人いるよね。はい、いやその人は一応もう多分過去に倒しちゃったのでもういいんですけど、すごいこいつ先輩プロゲーマードグラさんにマウント取りやがった今。本当にここカットなしでお願いします。ドグラさん見たらマジで怒るやん。おい立川っていうやつだ。言われそう。今はその体作ってる状態じゃないのでドグラさんでも、だからそれじゃなくて光一さんとフェンリッチさんはもう結構体作った状態のドラゴンボールのプレイヤーなので、その2人とだから結構真面目にやれるっていうのは僕からしたら嬉しいですよね。だからなんか実際その大会とかがないから飢えてはいるので、そういう企画していただけるのは本当にありがたい限りですよね。いやーこの2人ちょっといろいろありそうだからなんか起きそうなんだけど、直接対決な、屋根裏にドラゴンボールなんてないよね。ドラゴンボール。いやさすがにないですよねマスター。ドラゴンボールあるぜー。あるぜはい、ということでここからはドラゴンボールファイターズのエキシビションマッチを見ていきたいと思います。はい、ワールドツアーファイナルトップ8の再戦、剛一選手 VS 立川選手。先ほど印象が薄いって言われたんで忘れられない名前にさせてあげるよ立川。出たレバーを握ると性格が変わります。来た負けてるんで世界大会でちょっとリベンジさせていただきたいですね。ちょっと触れない方向でいきます。なんだバチバチしてるぞそれで。それでは準備をして始めてください。お願いします。お願いします。左側が剛一、バーラック、ギニュー、そして魔人ブ、純粋部、右側が立川、少年ごはん、ジャネンバ、ヒットというチーム。ゲーム中にやはりその1人目をどう落とすかですね。人数が減るとこのアシストが出せる数が減ってきますから、人が多いのってまずここでギニューにチェンジしてギルドを呼ぶ、リクームを呼ぶ、さらに攻め、これよくガードした、なんとか耐えたか。この画面足の攻め、立川が対処できるでしょうか。ジャネンバに交代、そしてジャネンバの暴れ通った。逆にこの画面足の連続技に立川がつないでいきます。ヒットを呼んで、さらにおっと後ろのバーラックを攻撃しながら投げていく。さあそのまま決められるか。ギニューの体力もかなり減ってきている。ゲージがあります。これでもまずは1本使って減らせば減らすほどギニューがここでチェンジした時は親子カメハメハ3本メートル下でチェンジが怖いってうわここでドラゴンラッシュ負け技、これが通りました。通った1人目を落としたのは立川。ドラゴンラッシュが通らないと言われてる。そうなんですよ。プレッシャーかかっていましたね。それでバーバック2人目が登場です。今回そのシーズン3の変更点としてかなり大きなのが、最後の1人になった時にすごいその最後の1人側が強化されるっていうのがあるんですね。これまでよりは逆転性が高まっていると。ここまでいいペースで攻めを展開しているのは立川の少年ごはん。剛一は一旦距離を取っていきますが、ここでしゃがんで画面足のコンボに立川つないでいきます。ジャネンバを呼びエネルギーは2つから、これを押してやノーモーションカメラがジャネンバー出てくる。ゲージがあるぞ。ヒットが出てくる。1分じゃないこれは。1点を切った。残るは順部。純粋ブームを残すのみとなりました。さすがに1対3、しかも立川のヒットが純粋ブーを追い詰めていく。もう一度する。ここは一度ソーダッシュを決めて
ゲージを使っていきます。1人だとここがマックスダメージみたいなところありますそうなんですね。アシストが使えないので1人でできるコンボしかできません。ドラゴンラッシュ、ここはうまく抜けていきました。おっと、ここでヒット、アシストからスパーキングコンボはミスになっている。これゴールディッカー、いやしかし後ろから少年ご飯が登場した。ゲージがあります。もしやそして親子カメラがご飯と悟空のカメラでフィニッシュ。エキシビションマッチ見事勝利を果たしたのは立川。ありがとうございました。勝たせていただきました今日はいや終始自分の流れが来ててちょっと珍しかったですね。今の展開は本当に運が良かったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして惜しくも敗れてしまったゴイチ選手、いかがだったでしょうか。多分彼の印象がすごい、つけれなかったんでいやすごい立川選手強かったですね。で一番初めにそのギニュー持っていかれた後のバーダックもその少年ご飯の 2B って2回やったんですけれども、そこ通った時点で無理やなっていう風なところがあったんで、流れを決める一打があったんだ。そうです。そこですごいもうガラッと変わっちゃいましたね。はい、今回は完敗でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ、格ゲーレッスンということで今回時戸先生に来ていただきました。はい、お願いします。お願いします。今回は番組でもおなじみのプロゲーマー時田先生に再び教えていただきます。2回目ですよね今回ね。そう初回でもうかなり早い段階でね来ていただいて教えてもらったんですけど、これいつかちゃんのこの成長ぶりをですね、トレーニングモードではなく今回はコンピューター戦をまたやっていただいて、見ていっていただければと思います。だいぶ上手くなってると聞いてますので、そんな。いややってますから。前回のトーナメントを見てやっぱ守りがすごいやっぱ大事なんだなって改めて思ったので、ちょっとそれを意識してやりたいなって思います。ではやっていきましょう。お願いします。今回もコンピューターレベル6なんでかなり強いです。結構キビキビ動いてきますね。いいよ。飛びが惜しい。まずは CPU 戦、久々に見ていただくいつかの腕前はどうでしょうか。飛び道困ってますね。うまい。上手。スタンチが溜まってます。倒しないとやばい。倒しないとやばい。待って。おお、いい。これ大会とかでもよく見る光景ですよ。からの。相手も今必死でしたね。あ、違う、間違えオッケーまだ飛び道気をつけて。得点取ってるよ。今中断でしてたんで止めたね。止めたのよかったんだけどな。これは成長が垣間見えてる。なるほど。うまい。コンピューター強え。なんだろう。スタンチがやばい。スタンチが危ないです。た。間違い。大丈夫。はい、鳥が止まったよ。これは有利すぎるやつ。前に教わったね。いうやつ。はい。なるほど。今の戦い見てもらって、2ラウンド目ちょっと一方的になっちゃいましたけど、1ラウンド目ちゃんと V トリガーとかも使えたりとか、あとね素晴らしかったのが後ろ投げのタイミング、投げ抜けのタイミングがちゃんと相手の打撃をガードして投げを抜けるタイミングでちゃんと押せてて、でそれ通ってしかも、後ろに持っていけたっていうのがああいうのね結構大会とかでもよく起こることで、レベルの高いようなプレイヤーがされるようなところもできてるのかなとは思いました。コンボとかはねしっかりちゃんとボルシ決めて前ダッシュして置き攻めまでやってきたところに相手のコンピューターも必死になったのか無敵技で切り返してくるっていうのが岩佐昇竜拳。コンピューターなのにね人間だったよね、俺ね。あれ人間でしたよ。あれ焦らせましたねコンピューターを。でできなかったところは、対空がもうちょっと頑張れればできると相手もそんな簡単に前に出てこれなくなるんで、そこはもう一回ちょっとおさらいしてもいいのかな。
対空が甘かった分相手に付け入る隙を与えてしまったという時戸先生からのアドバイス。もう一回ちょっと一からダブルラリアット、そうですね、ダブラリーを、はいが出ればすごいのが最初はむしろダブラリアかなり出てたのにそうなんです上達していくにつれて他のこともやらなくなっていけなくなったから出なくなってるのがいいですよね。できることが増えてきたからね。見えなくなってくるんですよ。そうだからやっぱね、自分の攻めをやろうとするとできなくなっちゃうんですよね。そっちを考えてるんで逆に相手の動きを見えなくなっちゃったりとかってするんで、でもそれも行ったり来たりで自分の攻めのことを考える時間を増やそうとか、そうじゃなくて待ってる時間を増やそうとかって、はい意外とその本番の実践とかでうまくバランスよくできるようになる時が、はいその瞬間って急に来るんですよ。本当ですか？それ急に来るんで、まずはそのどっちかちゃんと自分は攻撃意識してる時は攻撃できるようになる、で防御してる時は防御できるようになるっていうのを練習する時なのかなと。はい。最初は攻めと守りを一度に考えず一方だけを意識して練習するとコツがつかめそうですね。あとは経験を積むしかない。時戸さんはその対空の練習方法とかってどうやって？トレーニングモードで飛んでもらってひたすら練習してました。垂直か前かみたいな。前ジャンプ、そうですね、まあ見切ってボタンを押すっていうのを練習してると、ある日やっぱねふと実践であれ勝手に押せてるっていう感覚が出てくる日が来るんですよ。まあ癖をつけるってことですよね、トレーニングモードで。飛ばれたら懺悔法の場合はワンボタンでもう対空技出せるんで、小指をパチンと。それがまずは大事かなと思います。わかりました。はいありがとうございます。なんかいつもだったらね、僕らでチャチャ入れるんですけどね、レクチャーが完璧すぎてね、僕らの生徒でしたからね、今。時戸先生、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、ありがとうございました。ということで、各駅喫茶ハメ順そろそろ閉店の時間がやってまいりました。潤くんから感想聞いていきましょうか。今日は何か起こりそうだなって思ってたら本当に対戦で起きましたね。でもこれがやっぱりその戦いの醍醐味というか、だから今度はまたしっかり剛一さんが分からせに来るみたいなねのがちょっと楽しみだなと思いました。はい。もう立川さんの愛されキャラ、そして剛一さんのなんか包容力のある感じとかも、お二人の関係性見ててすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。久々にこういう場に出させていただいてすごい楽しめまして、最後ちょっと立川選手に負けちゃったんですけれども、これからも頑張ってドラゴンボールファイターズやっていこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。久々に歌広場さんに会えたのがまずすごい嬉しかったですね。あとドラゴンボールの話もすごいみんなで盛り上がれたのがやってて面白かったので、またぜひ読んでいただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今宵の各駅喫茶ハメ順お客様は剛一選手と立川選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週のゲストはガメラ選手とスコア選手、2つのタイトルでガチ対戦。お楽しみに。